1986年、沖縄への新婚旅行中に妻が不審な死を遂げ、夫が保険金目的の殺人で無期懲役を言い渡された事件があるのだ。新婚旅行中になんて、沖縄新婚旅行保険金殺人事件のことよね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この動画では夫がなぜ妻を手にかけるに至ったのか、その経緯を詳しく解説していくのだ。幸せなはずの新婚旅行がどうしてそんな結末を迎えてしまったのか、しっかり見ていきましょうね。事件の背景には多額の生命保険と夫の計画的な行動があったのだ。計画的だったの？それは恐ろしいわね。さらに夫が記者会見でニコニコと笑みを浮かべていたという事実も大きな注目を集めたのだ。妻が亡くなったというのに笑みを浮かべるなんて、普通の感覚とはかけ離れているわ。後半では僕止めたんで、夫がなぜ笑みを浮かべ続けたのか、そして証拠隠滅の全貌についても深く考えていくのだ。事実の裏に何が隠されていたのか、私たちなりに掘り下げていくわよ。この事件は保険金殺人の恐ろしさと身近な人間が抱える闇を改めて考えさせてくれるのだ。大切な人を守るべき存在がその命を奪うなんて、本当に胸が痛くなるわ。事件の風化を防ぎ、同じ悲劇が繰り返されないためにもぜひ最後まで見てほしいのだ。一緒に考えながら見ていきましょうね。楽しんでほしいのだ。よろしくね。1986年、沖縄の青い海を前にして新婚旅行中の妻が夫の手によって命を奪われたのだ。新婚旅行中にということを、夫にということを、どういうことなのかしら。この日を境に一組の夫婦の物語は取り返しのつかない方向へと動き始めたのだ。幸せな旅のはずだったのに、一体何があったのかしら。まずこの事件の加害者となった男について話していきたいのだ。男は当時30代前半で、結婚前から慢性的な金銭難を抱えていたのだ。結婚前からすでに経済的に苦しかったの？そうなのだ。男は勤め先での収入が不安定で、借金も重なっていたと伝えられているのだ。知人によると、常に金のことで頭がいっぱいのようだったと語っているのだ。それでも結婚したので、相手の女性は知っていたのかしら。被害者となった妻は当時23歳で、周囲から明るくて誰にでも優しい女性だったと語られているのだ。男との結婚を心から楽しみにしていたそうなのだ。そんな純粋な気持ちで結婚したのに、胸が痛くなるわ。男が妻に近づいた背景には、妻の家庭が比較的裕福だったという事情があったのだ。結婚前から妻の資産状況を細かく調べていたと伝えられているのだ。結婚前から妻の財産を調べていたということ？もうその時点でおかしいわよ。さらに男は婚約が決まった直後から複数の生命保険に妻を加入させていたのだ。その総額は当時の水準としては異常に高額だったと報じられているのだ。婚約後すぐに高額の生命保険をかけるなんて、最初から何かを企てていたとしか思えないわよ。保険の担当者によると、男は万が一のことを考えてと説明していたそうなのだ。しかし複数の保険会社に掛け合い、短期間に次々と契約を結んでいたのだ。複数の保険会社に短期間でということ？普通ではないわね。当時各保険会社が互いの契約状況を把握する仕組みは十分ではなかったのだ。そのため男がいくつもの保険をかけていても誰も全体像を把握できなかったのだ。制度の盲点を巧みについていたということね。許せないわ。結婚式の直前、男の様子を心配した知人が本当に彼女のことが好きなのかと問いかけたそうなのだ。すると男は曖昧に笑うだけだったと語られているのだ。その笑みが何を意味していたのか、今思えば恐ろしいわ。1986年、2人は晴れて結婚式を挙げ、新婚旅行の地として沖縄を選んだのだ。妻はずっと沖縄の海に憧れていたと親族が語っているのだ。妻にとっては夢の旅行だったのに、それが最後の旅になってしまったのね。沖縄に到着した2人は那覇市内のホテルに宿泊したのだ。現地を知る人物によると、当日の沖縄は青空が広がり、穏やかな波が続いていたそうなのだ。そんな美しい場所でそんな悲劇が起きたのね。旅行初日、2人は観光地を巡り、外から見れば仲睦まじい夫婦そのものだったと目撃者は語っているのだ。しかし男の心の中ではすでに計画が動き始めていたのだ。表面上は普通の新婚カップルに見えたということを、本当に恐ろしいわ。この後事態は急転するのだ。夫は旅行初日の夜、妻に睡眠薬を混入させた飲み物を手渡したと見られているのだ。妻が意識を失い、身体の自由が利かなくなったことを確認すると、夫はゆっくりと立ち上がり、バルコニーの扉へと向かったのだ。夫は妻の身体を両腕で抱え上げ、そのままバルコニーへと運び出したのだ。夜の開封がカーテンを揺らし、眼下には暗い海面が広がっていたのだ。夫はバルコニーの手すりに身体を預けるようにして、妻を手すりの外側へと押し出したのだ。妻に抵抗する力はもはやなかったのだ。鈍い衝撃音とともに妻の身体はホテル下の岩場へと落下したのだ。夫はしばらくその場に立ち、
眼下の暗闇を見下ろしていたと伝えられているのだ。その後、夫はバルコニーの扉を静かに閉め、室内に戻り、何事もなかったかのようにベッドに腰を下ろしたのだ。翌朝、ホテルのスタッフが妻の遺体を発見し、警察に通報したのだ。言葉が出ないわ。睡眠薬まで使って妻を眠らせてから落としたなんて計画的にも程があるわよ。通報を受けた沖縄県警の警察官が現場に到着したのだ。遺体の状況と落下位置の角度から、警察は当初から単純な転落事故とは見ていなかったのだ。最初から不審に思っていたということ？そうなのだ。遺体の体内からは睡眠薬の成分が検出されたのだ。自ら転落した場合には説明がつかない痕跡が複数残されていたと報じられているのだ。やっぱり事故じゃなかったのね。証拠が残っていたのね。一方、夫の行動にも不審な点が重なったのだ。妻の死亡が確認された直後、夫は警察の聴取に対して比較的落ち着いた様子で受け答えをしたと記録されているのだ。妻が亡くなったばかりなのに落ち着いていたの？それだけではないのだ。報道陣の前に姿を現した夫はカメラに向かって微笑む場面を見せたのだ。その映像は当時のテレビ各局が繰り返し放映し、視聴者に強い違和感を与えたのだ。妻を失った夫が笑みを浮かべるなんて普通じゃないわ。そこで疑惑が一気に広まったのね。その通りなのだ。この笑みの映像が世間の注目を集め、捜査機関にとっても重要な動機づけとなったのだ。警察はホテルの客室内を改めて詳細に調べ直したのだ。証拠隠滅の方はどうだったの？部屋の中に何か残っていたのかしら？夫は事件発覚後、室内にあった飲み物のグラスや薬の包みを処分しようとした形跡があったと捜査資料に記されているのだ。しかし完全には隠しきれなかったのだ。証拠を消そうとしていたということよね。それだけ周到だったのに隠しきれなかった部分があったのね。睡眠薬の成分は妻の体内に残っており、これが決定的な物証となったのだ。さらに夫が婚約後に急いで複数の生命保険を契約していた記録も証拠として積み上げられたのだ。体内の証拠は消せなかったということね。捜査を続けた沖縄県警は事件から数週間後、夫を妻の殺害容疑で逮捕したのだ。逮捕時、夫は容疑を否認したと伝えられているのだ。最後まで否認したの？当初は否認を続けたのだが、積み上げられた物証と状況証拠の前に否認を維持することは難しかったのだ。その後の取り調べと公判の過程で事実関係が明らかになっていったのだ。証拠の積み重ねが犯人を追い詰めたのね。裁判では保険金目的の計画的殺人であると認定され、夫には無期懲役の判決が下されたのだ。当然の結果だわ。でも妻の命はもう戻らないのよね。そうなのだ。23歳で命を奪われた妻にはこれからの人生があったのだ。新婚旅行の笑顔のまま旅立たなければならなかった。その事実は変わらないのだ。夢だったはずの旅行が命を奪われる場所になってしまったなんてあまりにもひどいわ。この事件が社会に与えた衝撃は大きく、保険金目的の配偶者殺害に対する捜査機関の目が一層厳しくなるきっかけの一つになったと伝えられているのだ。一つの事件は社会の仕組みを変えることもあるのね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず僕が気になるのは、検事が証拠隠滅に動いた速さなのだ。妻が亡くなった直後、彼はホテルのスタッフに落ち着いた様子で対応していたと伝えられているのだ。普通なら混乱してパニックになるはずなのに、なぜそんなに冷静でいられたのかしら。僕はこう思うのだ。あの冷静さは事前に何度もシナリオを頭の中で繰り返していた人間にしか出せない落ち着きだったのだと思うのだ。証拠隠滅の動きが早すぎるという点からすると、衝動的な犯行ではなく、計画に計画を重ねた末の実行だったと考えるのが自然なのだ。確かに保険の付け方や旅行の工程を見ても準備の周到さが伝わってくるわよね。ただ僕がさらに掘り下げたいのは、その計画性の奥にある心理なのだ。なぜ検事はここまで追い詰められたのか、あるいは追い詰められたと思い込んでいたのか、そこに事件の本質があると思うのだ。追い詰められたという表現は興味深いわ。客観的に見れば離婚という選択肢だってあったはずよね。そうなのだ。でも検事にとっては離婚という選択肢が本当に見えていなかった可能性があると思うのだ。当時の社会的な空気として、離婚は恥、失敗は許されないという価値観が今よりずっと強かったという点からすると、彼の中で逃げるという行動そのものが選択肢のリストから消えていたのかもしれないのだ。でもそれだけで人を殺めるまで至るかしら。もっと根本的な歪みがあったんじゃないかと思うのよね。メタンの言う通りで、僕もそこが確信だと思うのだ。検事の内面崩壊は結婚という出来事よりずっと前から始まっていた可能性があると思うのだ。保険金という発想が出てきた時点で、彼の中では人間関係がすでに損得の計算式に置き換わっていたのだと思うのだ。パートナーを愛する存在ではなく金銭的価値として見ていたということなのね。そうなのだ。そしてその価値観は一夜にして生まれたものではないのだ。周囲の証言によると、検事は以前から金銭的なプレッシャーを強く感じており、
見栄を張ることへの執着が人一倍強かったと伝えられているのだ。見栄と経済的な苦しさが組み合わさると、人はとんでもない方向に進んでしまうことがあるわよね。僕はここで逃げられない構造という視点を提示したいのだ。ケンジが感じていたプレッシャーの多くは外部から課された現実というより、彼自身が内側に作り上げたこうあるべき自分との乖離から来ていたのだと思うのだ。自分で作り上げた理想の自分像に縛られていたということ？そうなのだ。立派な夫であるべき、経済的に成功すべきという像が崩れそうになった時、それを修復するための手段として最も非人道的な選択肢に手を伸ばしてしまったのだと思うのだ。妻はその理想像を脅かす存在ではなく、むしろ保険金という形で役に立つ存在として計算に入れられてしまったのだと思うのだ。パートナーを道具として扱うなんて、どれだけ歪んだ見方をしていたのかしら。ただここで重要なのは、その歪みがどの段階で固定されたかという問題なのだ。結婚前の交際期間中、ケンジは幸子さんに対して非常に献身的に見えていたという証言もあるのだ。表面上は良き恋人を演じながら、内側では別の計算が動いていた可能性があるのだと思うのだ。それが本当なら、妻は最初から騙されていたということになるわね。その可能性は高いと思うのだ。そして騙し続けることへの罪悪感が薄れていくほど、彼の中での人を手段として使うという回路が強化されていったのだと思うのだ。でも、そういう人間でも直前まで引き返せる瞬間はあったはずよね。なぜ止まれなかったのかしら。僕はその問いに対して孤立という要素を挙げたいのだ。ケンジの周囲には彼の計画や内面の異常さを察知して止める人間がいなかったと伝えられているのだ。家族も友人も彼が新婚旅行を楽しみにしている普通の夫に見えていたのだと思うのだ。孤立していたから歯止めをかけてくれる人もいなかったということなのね。そうなのだ。そして孤立は外から強制されたものではなく、ケンジ自身が自分の内面を誰にも見せなかったことで生まれた自発的な孤立だったと思うのだ。本当のことを話せる関係が一つも存在しなかったことが暴走を加速させたのだと思うのだ。自分で壁を作ってその内側で歪みが育っていったというわけなのね。僕はやっぱりケンジの内面崩壊の根本は、逃げ場を自分で防いだ孤立と人間を損得で測る価値観の組み合わせにあったと思うのだ。離婚や相談という出口は客観的に存在していたのに、彼の内側ではそれらは全て自分の失敗を認めることに等しかったのだと思うのだ。私も同じように思うわ。ただ、その価値観を誰も途中で修正できなかったという社会の側の問題もやっぱり考えないといけないと思うのよね。ここで少し視点を変えて、周囲の人間がどこかの時点で気づけた可能性があったかどうかを考えてみたいのだ。そうね、誰か一人でも止められたかもしれないわよね。まず会見でのケンジの笑顔なのだ。妻が死んだ直後に報道カメラの前でニコニコしていた姿は当時も不審の目を集めたのだ。あの段階で警察や保険会社が徹底的に調べていれば、もっと早く真相に迫れた可能性があるのだと思うのだ。笑顔で会見に臨む夫なんてどう考えてもおかしいわよ。なぜ周囲はすぐに動かなかったのかしら。1986年当時は保険金目的の殺人という概念が捜査機関の中でまだ整理されていなかった部分があったのだと思うのだ。事故死や転落死を積極的に再調査する仕組みが弱く、最初に事故と処理されてしまうと、そこで捜査の目が閉じがちだったのだと思うのだ。制度の穴というより当時の捜査の発想そのものに限界があったということよね。そうなのだ。そしてもう一つ注目したいのが保険会社の側なのだ。新婚旅行中に短期間で妻に高額の保険をかけるという行為は契約審査の段階で引っかかる余地があったはずなのだと思うのだ。確かに結婚してすぐに多額の保険に加入するというのは異常なパターンよね。現在であれば保険の不正利用を検知する内部審査が機能しているのだが、当時の保険業界にはそうしたスクリーニングが十分ではなかったのだと思うのだ。契約さえ結べば保険料が入るという構造が加害者の計画を助けてしまった側面があるのだと思うのだ。保険会社にも責任の一端があると言えるわよね。制度が犯罪を可能にしてしまったわ。旅行先での行動という点も見逃せないのだ。沖縄という慣れない土地で妻と二人きりという状況は周囲の目が極端に少ない環境だったのだと思うのだ。ホテルのスタッフや近隣の観光客が少し注意を向けていれば異変を感じ取れた可能性もあるのだと思うのだ。でも旅行者の行動をスタッフが細かく監視するなんて普通はしないわよね。難しいところよ。そうなのだ。だからこそ不可説として、もし旅行会社やホテルが同行者の休止時には第三者立ち会いの下で状況確認をするというプロトコルを持っていたらという視点が大事なのだと思うのだ。システムとして組み込まれていれば個人の判断に頼らずに済むわね。次に社会構造の問題に踏み込みたいのだ。この事件は DV や介護疲れとは文脈が少し異なるのだが、家族間の暴力全般をキャッチする仕組みの穴という意味では共通する問題があるのだと思うのだ。どういうことかしら。もう少し説明してもらえる？
夫婦間の関係は外から見えにくいのだ。近隣住民も職場の同僚も結婚したばかりの2人の内側に何が起きているかを知る術がほとんどないのだと思うのだ。この事件でも検事が計画を立て始めた段階で外部に漏れた情報は何もなかったのだと思うのだ。プライベートな空間の中で計画が完成してしまったのね。そして証拠隠滅という観点で言うと、検事は死亡状況を事故に見せるための行動を旅行中にすでに完結させていたのだと思うのだ。現場から持ち出された物証や状況の作り込みがあったとすれば、それは事前に綿密に準備された行為であり、衝動的な犯行ではないのだと思うのだ。つまり旅行に出発する前から全ての筋書きが描かれていたということよね。そうなのだ。準備段階で周囲が気づけるポイントとしては、婚前から今後にかけての保険契約の変化や旅行直前の財産確認の動き、妻の友人や家族との接触遮断といった行動が挙げられるのだと思うのだ。いずれも一つ一つは小さな変化だけど、積み重なれば見えてくるものがあるわよね。だからこそ家族間の事件を防ぐための社会的な仕組みは一つの大きなサインを待つのではなく、小さな変化を複数の目で拾い上げる設計でなければならないのだと思うのだ。孤立した家族関係に外から網を張れるかどうかということよね。配偶者の急死時に保険金が発生するケースでは、第三者による死因の再調査を義務付けるような制度があれば、この事件のような犯行は抑止できた可能性があるのだと思うのだ。それは保険金絡みの事件全般に効果がありそうね。なぜ今もそういった仕組みが徹底されていないのかしら。法整備は常に事件の号を追う形になりやすいのだ。この事件を含む1980年代の保険金殺人の多発が一つの教訓になって、その後の保険業界と捜査機関の連携強化につながったとは言えるのだと思うのだ。ただそれでもまだ完全ではないのだと思うのだ。被害者が教訓の素材にされる構図は本当に辛いわよね。変えていかなければいけないわ。そして家族間の暴力全般に目を向けると、 DV も虐待も介護疲れも外から見えにくい密室の問題という共通点があるのだと思うのだ。この事件が示したのは、その密室性が計画殺人の最大の隠れ蓑になるという事実なのだと思うのだ。結婚という制度が皮肉なことに犯行を隠すための壁になってしまったのね。行政が介入できるポイントとして、婚姻届提出後の一定期間内に自治体の相談窓口が双方に接触する仕組みや、高額保険の新規契約時に第三者への通知を行う仕組みが考えられるのだと思うのだ。プライバシーとの兼ね合いが難しいけれど、命を守る方が優先されるべきよね。そうなのだ。そして証拠隠滅フラグで言えば、隠滅が成功しかけた最大の理由は、旅行という非日常の場での死亡という設定にあったのだと思うのだ。非日常の場での不審死は初動捜査が甘くなりやすく、加害者はその盲点を意図的に利用したのだと思うのだ。旅先での事故というだけで捜査の目が曇ってしまうことがあるのね。恐ろしいわ。だから旅行先での同行者の急死に対しては、地元警察ではなく専門の捜査チームが初動から入る制度的な仕組みが必要なのだと思うのだ。観光地であるほどこういった犯行が潜伏しやすい構造があるのだと思うのだ。沖縄が舞台だったことも犯行を容易にした一つの条件だったかもしれないわね。僕はやっぱりこの事件の最大の問題は、密室化した夫婦関係と非日常の場という捜査の資格と保険制度の審査の甘さが3つ重なって犯行を成立させ証拠隠滅を可能にしたという点にあると思うのだ。どれか一つでも防ぐ仕組みがあれば、妻の命は守れた可能性があるのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ3つ全てが当時の社会に存在していたという事実が、この事件を単なる個人の狂気ではなく社会の構造的な失敗として記憶しなければならない理由だと思うのよね。というわけで今回は1986年に沖縄で起きた新婚旅行保険金殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？夫という最も信頼すべき存在が新婚旅行という幸せな場を狂気に変えた事件だったわ。仮説で話した3つの構造的な問題が重なっていたという見方は今でも胸に刺さるわ。社会全体で考えなければいけない事件だと改めて感じたのよね。被害者の女性は人生で最も幸福であるはずの旅の途中で命を奪われたのだ。彼女が本当の意味で報われるためには、この事件が社会に正しく記憶され続けることが必要なのだと思うのだ。どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。